スカラベ空耳症候群の皆様、こんにちは。ドクロマと申します。この動画は、先日ピン連打ステゲープレイヤーに遭遇し、一人欠けているというだけでクリアまで導けなかった自分の非力さを悔やみ、圧倒的キャリー力を身につけてやろうという、自分への戒めと決意の記録です。今回は、唯一執行者が輝けるであろう好敵手、夜をかたどる王、ナメレスを限界追求、最適化していきます。まず、最適化の方針として、次のポイントをコンセプトとするものとします。その1、執行者たること。縦パリーも有効なナメレス、他プレイヤーからの見栄えも良く、大きなリターンも見込め、できる人として立ち回るには最適にも考えられますが、こちらは、執行者である必要がないので使用しません。ロリ回避なしなどの縛りも、あくまで偽プレイの領域でしかなく、大したリターンも見込めません。己が執行者であることを自問自答し、弾きを十二分に用いた攻防、すなわち、執行者のアイデンティティを厳守することを意味します。その2、安定した行動。これは、位置関係による判定有無、被弾時などの乱数によって影響を受けないかつ、リズムが狂った際にもリカバリーが効く、安定して入力できる最適行動を模索することを意味します。異物や潜在などのランダム要素を前提とした、限定的な立ち回りも排除し、安定化を図っていきます。リソースを必要とする戦技も今回は使用しません。その3、ラストスタンド特化。これは基本的に1対1の局面が得意な執行者において、敵視時、味方全滅時など、ソロ状況となった際の最適攻防として追求することを意味します。狙われてない時は通常武器で立ち回る方が良い場面がほとんど。ここぞとばかりに、妖刀、ひつかみを取り出し、他職にこの人なら任せられる、と思われる背中を演出することで、地雷と思われがちな執行者のコミュニティでの格付け向上を目指します。次に、今回活用する執行者のアクションについておさらい。通常弾き。ほとんどの攻撃をいなせる、圧倒的防御性能を誇る執行者のメインアクション。体幹を削りつつガード扱いとなるため、あえて当たらない攻撃も弾きに行きつつ、ガードカウンターも有効活用していきます。抜刀弾き。これも、通常弾きと挙動は変わらないので、後述の納刀弾き後や、出し忘れていた際の応急処置として使用します。納刀弾き。こたびの最適化において、一番多用する弾き方です。通常弾きでいなした際に、バク転しながら大きくのけぞる攻撃も、納刀弾きを使えば、のけぞりを打ち消すことができます。これを活用して、弾き後の位置状況を有利にコントロールしていきます。解放弾き。戦技を出す時のかがんだ瞬間にある弾き判定。通常弾きと比べ、弾き判定発生までが遅いのと、後隙が長いので扱いが難しいですが、弾きながら攻撃できるかつ、大幅に距離を詰めれるため、カウンターとして有効な場面で採用していきます。しかし、通常弾きよりもコリジョンが弱いのか、打点の低い攻撃や、範囲の厚い攻撃は被弾してしまうため、使いどころは限られる印象です。解放切り。ひつかみが光った状態で出せる戦技。未解放状態よりもリーチが長く、ダメージも大幅アップ。ボスの行動がランダムな以上、確定行動として組み込むことは難しいですが、防戦メインになりがちな執行者での戦闘における貴重なダメージ源なので、宝の持ち腐れにならないよう、前述の解放弾きが使えるタイミングに加え、主に、後隙の長い場面、致命後の追撃などで使用していきます。アーツ、ルツボの諸相、獣。参拝と名高いビーストモード。発動時に無敵判定、ため引っかきにひるみ判定はあれど、でかい図体、動き回る攻撃のせいで、繊細な制御が難しく、ラストスタンドな場面において活用することはほぼありません。ことナメレス戦においては、マルチプレイ時の方向連打による、2ダウン以内の味方の蘇生、ヒールに使うくらいでいいでしょう。HP 削られて発作のごとく獣化しているようでは圧倒的キャリーとは言えません。アビリティ、状態異常復帰で火力アップ。異物で切腹などをつけている場合は、戦闘開始時やマルチの敵市外で任意発動するくらいでいいでしょう。歩いてくる意味があると、ほぼ常時バフ状態なので、見かけたら取りたい潜在ですが、安定行動という観点にそぐわないのと、バフかけによる攻撃の機会損失も考えられるので、今回の限界追求においては、あまり関係のない要素とします。自称して玄人感を出すという点では有効かもしれません。
以上が執行するものとして繰り出せるユニークな行動です。これらを場面に応じて織り交ぜて、最適なカウンターとして設計していきます。それでは本題、ボスのモーションから見ていきましょう。この動画では、ナメレスを4つのフェーズに分けて最適化していきます。フェーズ1、夜の輪郭。行動頻度も低く、全員で殴ってれば簡単に突破できるフェーズですが、大事なのは、ここでできる執行者を匂わせること。第1フェーズから、しっかり爪痕を残します。このフェーズで繰り出してくる攻撃から見ていきましょう。けさ切り、予備動作、向かって左に振りかぶり。逆けさ切り、予備動作、向かって右に振りかぶり。払い切り、予備動作、低めの構え。突き、予備動作、背中を向けた構え。ため突き、後突きが非常に長い攻撃、予備動作、うめきながらのけぞり。飛び込み切り、遠距離にいる際のみ発生、予備動作、しゃがみ。逆けさからの突き、予備動作、トントンステップ。指導が B のモーションに似ていますが、初段のステップの踏み方で見分けられます。ため突き後など背後状況で品質、波動を打った後に対空意識するように、後ろにいるときは、この行動で構えておくことが多いです。これらが第1フェーズでナメレスが持つ手札です。後のフェーズでも指導となるものが多く、しっかりと見分けられるようになると、ぐんと楽になります。では、各攻撃を普通に弾いてみます。けさ切り。間合い内、状況よし。逆けさ切り。間合い内、状況よし。払い切り。間合い内、状況よし。突き。間合い外、状況よくなし。ため突き。離れすぎ、論外。飛び込み切り。間合い外、状況よくなし。逆けさからの突き。間合い外、状況よくなし。ご覧の通り、普通に弾いても位置状況が悪いものが多く、無様に前捨てで追いかけてる方も多いのではないでしょうか。自分だけ気持ちよくなっていても、チームには貢献できていないので、いなし方を工夫して、しっかりとダメージを取っていきます。けさ切り。間合い内なので、そのままガードカウンター。逆けさ切り。間合い内なので、そのままガードカウンター。払い切り。間合い内なので、そのままガードカウンター。突き。納刀弾きでのけぞりを消して、通常武器攻撃。ため突き。予備動作確認して後ずさり、後ろ捨てで合わせて追撃。反応の良い人は、後ろ捨て2回で合わせても OK。距離が空いている場合は、納刀弾きでも OK です。普通に弾いた際のこのガードバック、向いている方向から遠ざかっていくような挙動のため、ロックオンを外せば追いかけるように制御できるのですが、操作難易度が高いため、回避でのゲームコントロールを採用。飛び込み切り。納刀弾きでのけぞりを消して通常武器攻撃。逆けさからの突き。1段目を通常弾き、後のフェーズに備え2段目をジャンプ強攻撃。もちろん、納刀弾きでもいいです。これで第1フェーズの最適化が完了しました。このまま次のフェーズに入りましょう。フェーズ2、夜の特大剣。高速の解かれた腕がうなりを上げ、背に置いたる巨剣は激烈なる連撃を刻む。さらに、フェーズ1の攻撃に新たな派生が加わり、この局面にナメレスの基礎動作が集約されていると言っても過言ではありません。では、第2フェーズで繰り出してくる攻撃を見ていきましょう。回し切り、開幕の確定行動。このタイミングのみの攻撃です。けさ切りが逆けさ切りとセットになって再登場。重戦で D の突き攻撃が当たります。見比べてみても、突きの有無は派生するまで見分けられなかったので、
両対応の対策を考えます。逆けさ切り、突き、ため突き、飛び込み切り、逆けさからの突き、これら続投モーション、特大3連撃、予備動作、特大剣を持った構え。この攻撃の後、必ず突き攻撃か切り上げからの回し切りに派生します。切り上げは出が早く、突きはディレイ気味のため注意。払い切り、こちらもフェーズ1からのモーションですが、特大3連撃と同様の2択派生が追加されます。方向4連撃、こちらも開幕の確定行動。非常に見分けやすく、ヘイトの移り変わり時など多用してくる攻撃です。方向部分にも3回のドットダメージ判定があります。では、弾かせていただきましょう。フェーズ1と同じものは省略します。回し切り。間以外、状況よくなし。けさ切りセット、突きなし。間以内、状況よし。けさ切りセット、突き派生。間以外、状況よくなし。払い切り、切り上げ派生。間以外、状況よくなし。払い切り、突き派生。間以外、状況よくなし。特大3連、切り上げ派生。間以外、状況よくなし。特大3連、突き派生。間以外、状況よくなし。方向4連撃。離れすぎ、論外。散々な結果となりました。特大剣の重圧、その一戦が尋常の弾きでは受けきれぬほど。このままでは、まるで執行される側の体たらく。主導権はどちらにあるか、骨身に刻みつけて差し上げましょう。回し切り。正面に立つと、特大剣の当たり判定でのけぞってしまうため、左側密着気味に一度って、体験の判定を弾き、ガードカウンターを浴びせ、すぐさまバク捨て。けさ切りセット。1撃目を通常弾き、2撃目を右ステップで避け着攻撃。ここで弾かずに回避する癖をつけることが、後のフェーズでも生きてきます。突きに派生した場合は、納刀弾きで追撃。弾きを出せなくても、耐性回避が可能な安全角となっています。ひつかみが光っている場合は、開放切りでいなしても良さそうですが、光ってない場合は、すれ違えないせいか、被弾したりしなかったり不安定です。払い切り、切り上げ派生。2択の派生が追加されているので、フェーズ1ではここでガードカウンターでしたが、切り上げ派生した場合、被弾してしまうので、フェーズ2以降はおとなしく身構えます。1段目を弾いた時点で、まず手の速い切り上げ派生を警戒します。通常弾きで切り上げに派生したのを確認したら、ため行動中に2回追撃を入れて納刀を弾き、さらに追撃を入れます。払い切り、突き派生、切り上げが来なかった場合は、突き派生に備え、納刀弾きでのけぞりを消し、通常武器攻撃。特大3連、切り上げ派生。1段目を通常弾き。
2段目のタイミングで右ステップ。切り上げに派生した場合の初段が好からないように、3段目を開放弾きで反撃しつつ、切り下がるナメレスを追いかけます。特大3連の場合は、この時点で派生卓を見極める準備をし、各派生後の対応は払い切りと同様です。特大3連、月派生。月派生の場合も、派生前の対応は同じです。ちなみに、どちらに派生するかの目印として、切り上げ派生の場合は、派生前に、わずかに金属音がします。慣れてくると、これを頼りにすると見分けやすいです。方向4連撃。方向を確認したら距離を取って準備。タックルを納刀弾きでいなし、2撃目が好からないようにナメレスを追いかけます。3撃目をバットを弾き。4撃目をジャンプ強攻撃。左に1回ステップして納刀弾き。通常武器で追撃。3撃目のジャンプ強攻撃はユニクロ化してきつつありますが、納刀弾きで締めるために採用しました。方向については、ありとあらゆる方法で100回以上は試行しましたが、3回とも弾けたのは1回だけだったので、回避推奨という結論に至りました。確実に弾く方法を知っている方は教えてください。これにて第2フェーズの最適化の完了です。一度鏡を覗いてみてください。誇るべきナメレス菌が芽吹き始めていることでしょう。こちらから繰り出せるアクションも増え、執行者を操る手応えが格段に増しているはずです。そして敵も本来の姿を取り戻し、いよいよ全力の応酬が始まります。さあ、第3フェーズへと参りましょう。フェーズ3、夜の王。すべての夜の始まりにして、その最たる王。滅びの記憶をまといし男は、かつて騎士であり、今や呪いそのもの。規模も威力も桁違いの大技が追加されますが、それ以外は、フェーズ2の延長に過ぎません。では、第3フェーズで繰り出してくる攻撃を見ていきましょう。固定表自分は、続投モーションです。串刺し2連、大技その1、開幕の確定行動。試験のような構えから、範囲の広い攻撃を2回繰り出してきます。特に2段目は、最後まで判定たっぷりで、シビアな回避行動が求められる中技です。後破2連からのガトツ、大技その2。剣を下に構えて LED が点灯したら、この攻撃の合図、斬撃を2回飛ばしてきた後、ものすごい勢いの突きフィニッシュ。前方向の判定が、非常に長く太い攻撃です。常闇光弾、大技その3。世界が反転し、多数の追尾する光弾を飛ばしてきます。ナメレスの周囲にもスリップダメ判定があり、防戦を余儀なくされる攻撃です。以上が第3フェーズで追加された大技たち。一瞬で間合いを詰めてきたり、背後にも判定がある範囲が広い技が多く、敵市外でも警戒を怠るとうっかりやられてしまいます。余談ですが、前述した金属音による派生の見分け方について、このフェーズから鎧の音が鳴り続けていることに気づき、判断材料として頼りすぎるのは悪思想でした。じゃあ、弾いてみましょうか。串刺し2連。間以外、状況良くなし。後破2連からのガトツ。間以外、状況良くなし。距離が遠い場合は、初段の弾きのタイミングが遅れるため注意。常闇光弾。
無理。大技のほとんどが特大剣による攻撃なので、必然的に大の削りとなってしまいます。弾いてもただ生存してるだけ、何のリターンも取れません。果たして、弾き方の工夫で攻撃のチャンスをひねり出すことはできるのか、追求した結果がこちらです。串刺し2連、密着できそうな場合、特大剣の当たり判定を避けるため、構えを確認したら、向かって左気味に近づきます。1段目を弾いて、最速カウンターを浴びせたらすぐさま右ステップ。2段目も同じく最速ガードカウンター。これで高確率で2発入れられます。中距離状況や特大剣を弾いてしまった場合、位置取りが噛み合わず、大きくのけぞってしまったのを確認したら、前捨てからの着攻撃で距離を詰め、2段目を最速ガードカウンター。つかみが光っていない場合は、開放弾きからの着攻撃のセットでも良さげ。2回目の開放弾きは遅らせ気味です。開放切りになってしまうと、着攻撃が透かります。この大技、判定に非常にムラがあり、発動時の位置状況や、1段目を弾いた後の状況などによって、適切にキャラコンする必要があります。ガードカウンターなどの体勢崩し値の高い行動さえ好からなければ、各々安定するやり方で対処すれば良いと思います。後半2連からのガトツ。1段目、2段目を通常弾き、2段目は入力しなくても自動で弾いてくれますが、口述する攻撃が透かる場合に備えて入力する癖をつけておきます。2回とも弾けた場合は、後ろに1回ステップ。ガトツを納刀弾きで、ジャストの間合いに入れます。1段目、2段目、どちらかがスカった場合は、ステップの数を1回増やせば、ジャストの間合いに入れます。2回弾いた時点で、十分に距離がある場合は、ステップを省略すればジャストです。常闇講談。暗転を確認したら距離を取り、追尾が始まったら右斜め前気味に疾走。暗転が解けたタイミングで攻撃。残念ながら、これくらいしかできることがなさそうでした。ノーダメでやり過ごすには回避行動を余儀なくされ、中央のスリップダメがある以上近づくことさえ許されません。この技を発明したナメレスにあっぱれと言わざるを得ないでしょう。講談の避け方は、人それぞれ安定した方法があると思うので、ここでは深掘りしませんが、生存第一、暗転明けに余裕があれば、反撃という感じで良いと思います。回避ターンになりがちな大技もカウンターを差し込める、執行者ならではの強みが出せているのではないでしょうか。いよいよ最終フェーズです。フェーズ4、夜の七変王。体力を約4割削ったその瞬間、戦局が転じる。時空を切り裂き、他の夜の王たちの力が剣に宿ります。荒れ狂うかのごとき猛攻に乱数までもが味方する、こたびの限界追求において、クソフェーズと言わざるを得ないでしょう。新しい技は2つです。時空山、ナメレスを象徴する大技。空中に浮いて時空を切り裂いた後、着地と同時に大爆発を起こします。距離によって回避のタイミングが異なり、爆発の持続も長いため、非常に死亡率の高い攻撃ですが、圧倒的防御性能を誇る弾きの前では無力です。終焉部。フェーズの最後に繰り出してくる攻撃。大地を切り裂きながらの5連撃の後、時空山と同じ大爆発。通常の2連撃の後に、早い2連撃ということだけ覚えてればいいかと思います。判定がガバガバで、5回すべては当たらないことが多いです。
爆発のアンチについても軽く触れますが、爆心地と波状爆発の境目、空中に浮いた際、画面上部に頭頂部が来るくらいの距離感のエリアになぜか判定がありません。ラメレスの背中を時計の6時とした場合の5時、7時方向の遠距離位置も避けやすいアンチですが、弾ける執行者がこれらアンチを利用することはまずないでしょう。以上が最終フェーズでの新しい大技で、これらを弾く場合のコツをまとめます。時空斬。爆発の弾きタイミングの目安とするものは人それぞれですが、私の場合、近距離はそのまま着地した瞬間。中距離は着地した際の光る円が消えた瞬間。遠距離は一番内縁の爆発が見えた瞬間を指標にしています。出てくるか出てこないかが乱数の隆起を目印にするのは推奨しません。終焉部。指導の5連撃については、ラメレスの右後ろあたりで待ち構え、あとは極力動かないことを意識すると、スカることなく弾ける確率が上がります。しかし、のけぞって周囲の亀裂エリアに追い込まれがちなのと、この攻撃中、弾きの体勢崩しによってダウンすることはないようなので、気持ちよくなれるだけで、弾く意味は薄いです。では、どうさばいていくかやってみます。時空斬。空中に浮いたのを確認したら、急いでラメレスの正面側へダッシュ。着地と同時にノートを弾きでいなし、フルコンボを入れます。スタミナが足りない場合は、すぐさま抜刀してひつかみで殴ります。終焉部。構えを確認し、余裕があれば軽く挨拶を入れて、ワンステップ分くらいの距離で待機。初段をノートで弾いてすぐに抜刀、2発殴ります。早い2連撃の後に1発。最終段をノートを弾きでいなしたら、歩いて軸を合わせてから、爆発攻撃の対応をします。そして、クソフェーズたるゆえんが残っています。安定行動を阻む最大の敵は、発生位置が完全な乱数の地面爆発。体験の攻撃にプレイヤーへ向かってくる後追いの地割れも加わり、この地割れの発生位置も地形の起伏によって若干ムラが生じるという理不尽さがあります。特に厄介なのは、視界外の背後にも発生すること。属性付与中の被弾のほとんどが、この乱数爆発によるものでしょう。いやらしいことに、体験を用いた攻撃の抽選率も上がり、この地割れには、弾きによるひるみも発生しません。右前回避主体で立ち回れば楽なのですが、弾かない執行者は執行者と言えるのでしょうか。これまで目指していた最適行動は、この地面爆発への対応も兼ねた立ち回りを前提としていましたが、試行回数を重ねるほど被弾するテイクが増え、原因が行動ではなく地形そのものにあると気づきました。とはいえ、これは執行者としてのアドリブ力が試されているということでもあります。乱数ですらさばいてこそ得られる圧倒的キャリー力、そのまま対応可能なものと対応を変えるべきもの、その境界を明らかにし、真の執行者へ今、覚醒の時です。毛そ切りセット。そのまま対応可能ですが、地割れの位置はムラがあります。右の動画は、ステップの入力が4フレームほど早かったのですが、それが原因かは定かではありません。爆発のタイミングに合わせられれば、ステップ方向は不問ですが、弱攻撃が好からずに、地割れにも対応できるのは、右方向が一番確実という結論です。逆毛さ切り。単発の逆毛さ切りはガードカウンター対応でしたが、おそらくですが、地形に傾斜があり、自キャラが高所にいる場合、地割れが足元に発生してしまうことがあります。なので、このフェーズでは弾いた後、前捨て着攻撃に変更します。逆毛さからの突き。そのまま対応可能。2段目のジャンプ攻撃が、地割れの回避も兼ねています。突きではなく、地割れをジャンプ避けするという意識を持つとベター。
払い切り。最も対応が難しい攻撃です。地割れの発生位置が近いことが多く、派生を見極めている間に被弾するので、1段目を弾いたら、すぐに右斜め前方向へのステップを追加。ステップが少しでも遅れると、切り上げ派生の弾きが間に合わないので注意。予備動作を見たら、弾いて即ステップの入力を頭に入れておきましょう。ステップしながら、どっちに派生するかを見極めます。突き派生した場合も、対応は同じです。飛び込み切り、単発の突きは、そのまま対応可能。特大剣での攻撃には、地割れが走らないので、すべてそのままの対応で問題ないです。特大3連のみ、解放弾き後に右に歩く意識だけ持つとベターです。そして、各対応中に設置型の爆発が割り込んできた場合は、鍛え上げた執行力で何とかします。ついに、すべてのフェーズの解析が完了しました。100幾度の退治を繰り返し、時には数時間ただ弾き続けたこともありました。執行者としてのあり方は、すでに完成の域にあります。曇りなき眼を持って、ノーカットでご覧ください。多くのスタミナを要する都合で、収録時のレベルは5。異物はスタミナ系のものを厳選し、亀首をしこたま抱えていますが、レベル12相当のスタミナがあれば、これらは不要です。なるべく長く戦闘できるように、武器の強化、火力を盛る洗剤やアイテムは、ほぼ所持していない状態で挑みます。今宵弾くは、未熟なる果実の己。万感の思いを込めて、尋常に参ります。立ち回りについても、軽く解説を入れていきます。弾いて間合いの攻撃は、しっかりカウンター。突きは、後突きが意外と短いので、反撃は一発。抜刀してるか納刀してるかの状況把握が大事です。今回このチキンレースには付き合いません。ダウンしたので、前捨て着攻撃で致命。光っているので、解放斬りで追撃。フェーズ移行中は殴りすぎに注意。左側の位置取りも重要です。毛先切りへの対応を変えていきます。特大剣でダウンした場合は距離があるので、解放斬りだけでもいいです。払い斬りは派生を警戒。バクステ攻撃は、距離を詰めたい時に便利です。謎のお尻判定。光っているので解放します。あっという間に第3フェーズへ、大技に備えてスタミナを増やしておきます。ここから弾きのスタミナ消費が大きくなるので、殴りすぎに注意です。傾斜があると後のフェーズが怖いので、戦いつつ平らな場所へと誘導していきます。謎のお尻判定。ステップの先行入力が早すぎてミス。やり直そうか迷いましたが、めげずに攻略します。
そろそろ暗転が来るので追撃せず亀首一つまみ。ナメレスが大きく移動する攻撃は平らな場所を背にして受けます。念のため追い亀首。砲弾が飛んでくる方向を見ながら少し軌道を変えて走ります。大技が続いたため手の速い攻撃を警戒して追撃を軽めにします。鬼門フェーズ、地形状況はいい感じです。月はそのまま太陽、逆今朝は前捨てに変更します。方向時は必ず抜刀状態であることを確認。近場に亀裂が生じたのでステップ方向を少し調整。納刀状態だったので殴らずに構えます。大幅なスタミナ消費に備えて亀首。崩せそうなので最終段まで入れます。再度地形を気にしつつ立ち回ります。追尾弾が右後ろに集中してそうだったので左方向で避けます。大きくのけぞってしまったので前捨てで対応。とどめを使って最後は開放弾きで執行完了です。では、もう一度行きましょう。ステータスは先ほどよりも低め。スタミナ以外はほぼすっぴんの状態で挑みます。開放切りで挨拶して戦闘開始。それぞれ最適化した方法で対応していきます。開放弾きで殴りつつ左側へ移動。後ろにいるときは振り向き突きを警戒します。ダウンするとスカりますが致命は間に合います。溜まっている場合は開放切りで追撃。
極力、途中でダウンが入っても、自明が間に合うように設計しています。反撃回数がしっかり担保できているので、火力の低さを感じさせない立ち回りになっていますね。ここから体力も増え、戦闘時間も長引くので、集中していきます。余裕があるときは一発入れましょう。おそらくスタミナがギリギリなので、常闇は必ず亀首をかじります。お尻への吸い付きは相変わらずです。ステップが出なかったので、解放弾きで対応します。逆今朝は前捨て対応に変更。地形がちょっと怪しいので、誘導を意識、地面中に平らな場所を確認しています。スタミナが減ってきたので、追撃せず回復。後波攻撃が一番ナメレスを動かせるので、平らな場所で受けます。いい感じに誘導できたので、この辺りで立ち回っていきます。
対応を変えるモーションを忘れずに。特大3連は右歩きを意識します。右側に亀裂が発生したので、離れてから対応します。これが、名実ともにナメレス最後の攻撃です。敬意を込めて、その幕引きを見届けましょう。敗北事件をきっかけに、常世の王もそっちのけで、約1ヶ月ほどナメレスと向き合ってきました。今更になって、ナメレスを本気で攻略しているのは私くらいかもしれません。発売当初から執行者だけを使い続けてきた私でさえも、未だ知り得なかった弾きの奥深さや柔軟さに気づくことができて、良き執行デイズを過ごせたと思っています。この動画を通じて、執行者に興味を持ったり、参考にしてくださる方が一人でも増えれば、弾きを愛する者として、これ以上の喜びはありません。これは、あくまで一つの方に過ぎません。戦技を携えれば、もっと優雅に。武器を変えれば、もっと自由に。あなただけの弾き道を、ぜひ開いてください。初めての収録、編集だったこともあり、かなりの長尺となってしまいましたが、最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。それではまた、己の弱さが露呈したその時に、お会いしましょう。最後に、執行者 OTP の私から一言。